はい。6つ4つあります。これ全部もらう。おい。何を食べても美味しい。おすすめです。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。この商店街でナンバーワンのお店や。花丸亭はですね、私の18歳の時から始めましてね、もう34年になります。花丸亭の前は父がやってた精肉店から入れるともう60年以上になりますね。ですけども地元で密着で、ずっと変わらない味を守り続けてるだけですけど。熱い状態でこうして手で潰しまして、熱い状態で調味料を入れます。冷たくなってからだったら味入りませんので。今日は100キロ。はい。1日2、3000個ぐらい作ってます。多かったら5000個ぐらい作りますね。柏のお肉で、これが筑前煮に入ります。まず香ばしくね焼けて、香ばしくしたものをちょっと入れることによってやっぱり一味上がりますよね。筑前煮一番早い時間で2時半から来ますね。2時半からじゃがいもを洗って蒸してスタートしないと開店のコロッケには間に合わないんですよ。やっぱりその日のうちに作ったコロッケをね、その日のうちに、はい、新しい方がいいですよね。次の日のコロッケも美味しかったりするんですけど、そう
同じ分量でも味が違って全然違います。昨日雨降ってますしね、じゃがいもなんか簡単に手に入った時代ありましたけど、今はもうそのいいじゃがいもをもう集めるだけでも一苦労です。北海道のじゃがいもですけど、コロッケに使うじゃがいもは男爵です。ポテトサラダに使うじゃがいもはメーク、男爵の方がしっとりしてますね。しっとりして水分の多いじゃがいもの方がコロッケには適してます。メークインはさらっとしてます。どちらかというとね、そうですね、2、3時間寝かします。こうネタがね落ち着くんですよ。こう今攪拌したてのコロッケっていうのはまだ落ち着いてない。最低でも2時間3時間このまま放置。煮物ですね。ひじきとか。また待ってたそうね、これもねすぐ食べてもちょっと本当はおかななんです。それも読んでこの時点で判断しないと、今日も美味しいポテトサラダできましたね。気をつけてくださいね、足元。電気つけよう。朝2時半から起きてますよ。早起きは朝は得意です。夜はもうからっきしですけど。何時頃寝られるんですか？寝るのは早いですよ。休みの日やったら8時で12時ぐらいに1回目のトイレですね。そんなんいらんか今ね53です。あ、53。はい、もう家業一筋で、僕が結構口やかましいから嫌われてると思いますよ仕事で嫌われてもいいけどね、人間で嫌われたくないなお店はねやっぱり清潔じゃないと。これ天然の出汁ですね。大葉でこの天然の出汁を炊いてるんですよ。一番出し入れです。一番出汁です。お弁当の副菜ですね。これは全部の弁当の中に入ります。ちょっとずつ入れていきます。いっぺんに入れるとね、また甘さが尖っちゃうんでね、ちょっとずつ入れていきます。
ってるだしです。これやっぱり入れんとね。だしは多めに炊いて、多めのだしで炊いて必ず残します。新しく作っただしってまだ若いですからね、残しただしと一緒に新しいだしで継ぎ足し継ぎ足しで毎日毎日炊いてってますね。さあ高いですよ。何百万しますけど、何百万で自分作れるとは無理ですからね。はい、もうね、前日にね、これも切ったりとかそんなの全部もう切ってます。あとは入れて、そんなのを火入れていくだけで。油入れます。ちょっとね。これお肉。これ国産牛です。やっぱりね、もともとお肉屋さんやってたでしょ。はい、それの関係で自分のとこで全部お肉とか切ってますね。やっぱり自分のとこで切るのとよそから加工したお肉を買ってくるのとやったら全然仕入れ価格変わってくると思いますよ。今お肉高いですからね。そうですね。もともとそのお肉屋やってた職人がまだスタッフとしていてくれてるので、その職人が弁当屋で使う焼肉弁当に使うお肉とかこういったものに使うお肉とか全部そんなのを作ってくれる切ってくれるので。これね、お酢をね、はい、ちょっと入れます。これは全部惣菜とか全部入るときにね準備してるんですけど、ちょっと入れます。できるだけやっぱりその化学調味料とかそういうのは使いたくないので、自分らの子供に食べさせるようなね、そんな心がけてますけど、やっぱりお客さんお弁当買うて帰ってもすぐ食べてくれはったらええけど、次の日とか、もちろんその日のうちに食べてねとは言うてますけど、だからお酢をちょっとでも入れることによってね、やっぱ持ちますよ。高校卒業して、で1年ぐらい他のお店で修行させてもらって、でここの開店にもう最初から店長ですよ。19歳おかしないですか。もうね、いっぱいいろんなことあったけど、なんとか30年以上。自分一人でもやるっていうような気合と根性でやってましたから、あの時はもうやめてくれ、気に入らんかったらやめてくれてもええでっていうようなね、気に入らんかったら来てくれんでいいでとか、それぐらいの強気な気持ちやったけど、今はもう感謝ですよ。働いてくれてるスタッフにも感謝、来てくれはってるお客さんにも感謝。なかなかそれ分かるまで時間かかりますね。私結構薄味タイプなんでね、ついつい薄味で仕上げてしまうんですけど、やっぱり弁当のおかずでしょ。だからご飯に合う、皆さんやっぱ濃いめを求めはるから、自分の思ってる味より濃いめに作ろうという気はいてますけど。豆もやしはね、水から炊かなあきませんからね。そうです。豆まで火通らないですよ。沸騰したお湯で湯がくと豆が火通ってないのに軸だけ火通ってゆっくり火通さないとダメですね。
30年前は手探りの小さな弁当屋やったけど、だんだんとこうやった方が美味しいなっていっぱいいろんな人に教えてもらって、ここまで来ましたけど。高校生とね、中学生の子いてますけどね、男女ですよ。はい。小学生の時からはい。地元なんですよ。今の奥さんもね、ずっと付き合って。小学生の頃から好きだったんですか。あ、小学生は言い過ぎですね。中学生ですね。そう、中学生の時からずっと付き合って。で、時を経て、20歳、25ぐらいの時ぐらいに地元で見つけたんですよ。あ、ね。あ、偶然というか。偶然見つけたんです。もう今しかないわと思って声かけました。今しかない。あの子と結婚したいなってずっと思ってました。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。全部吹き上げるんですよ。もっとうまいやり方あるやろうけど。ついでにこうやってね、体幹鍛えてね。ここでやっぱ一番人が通るところやから、綺麗にしとかんと。さあ、体幹鍛えようか。まあそもそもこれしかできへんしね、こんなことしか。親がこういった商売してなかったら僕なんかのたれ死んでません。とっくにやってくれてたから。すごく美味しいです。ねめちゃくちゃ。いや、もう大好きで美味しいですよ。
そうですね。そうですね、覚えてますね。今から支店ですね。3駅隣の若岩田という駅前に支店があるんですよ。そこに商品持っていきます。で商品持っていきがてらそのスタッフとちょっと話したり、行かなかったら1日1度も会わないことになりますからね、できるだけ配達がてらに話して、昨日どうやったとかね、今日こうしていこうかとか、そんな打ち合わせはちょっとして、ほんで戻ってきて商店の店に帰ります。はい。
これ朝作ったポテトサラダですね。はい、支払わせていただいて。はい、ありがとうございます。何個ある？6つ4つあります。これ全部もらう。おい。はい、これは2320円です。ちょっと味のところで別にしてます。280円です。こちらで。ありがとうございます。はいどうぞ。はいどうぞ。何を食べても美味しい。おすすめです。毎日。毎日。はい。2年ぐらいかな。この商店街でナンバーワンのお店や。ピーマンがいい。お待たせしました。はい。よろしい。ありがとうございます。美味しそう。はい、では、いただきます。うん。美味しい。違うな。はい、いらっしゃい。はい。揚げ物も全部米油と純正のラード。普通のサラダ油なんかよりずっと米油の方が安全、体に安心。弁当の種類もね、最初はね、開店の時はもう10種類もなかったですけどね。あ、そうです。もう気がついたらもうレギュラーの弁いつでも作れる弁当は30種類ぐらいあります。それといつも朝に店頭に作った弁当、日替わり弁当とかレギュラーではない弁当も何十種類と出しますので、まず朝昼前に100個ぐらい出しますね。
5個。3とね5 5個5個。合計13個。はい。おやつに食べる。田舎に持って帰るとかね、そんなと50個とかね。もう一個一個手間かけて作ってますね。はい、どうぞ。すぐ近くだから前通ってはいたまに買います、もう昔からやってはるから安心やね。ここは美味しい。間違いないわ。孫に差し入れするので、こうって帰る。喜ぶから。もう昔から来てるからね、ありがとう。綺麗に撮っといてくれた。お気をつけて。こちらね、160低いんですよ。で、ここ、180度。はい。高温でね、揚げることで油切れがいいですよね。コロッケはね、もう最初から高温でいきますけどね。うん。コロッケじゃないものとか、割と分厚い、ミンチカツとか分厚いんで、そういったものはちょっと時間かかるんで、ちょっと低温で、そこそこ時間かけて揚げないと、唐揚げとかね、いろんなもん揚げるでしょ。だからそこから油出るじゃないですか。混然一体となった油になって、やっぱり家ではできない油になりますよね。すみません、お願いします。これがまずここです。もともと知ってはったんですよね。はい、もう地元同士なんで。私はね、地元なんですけど、地元の学校に行ってなかったんで、主人は一方的に知ってくれてたみたいで。なんかずっと好きやったっていうふうに。そんな話するんですか。結婚式の DVD 流しましょうか。一生懸命仕事する人ですよ。お仕事大好き。とにかくお客さんには喜んでいただけるように手作りであまり添加物など保存のものなど入れないように心がけ、一つ一つのパック詰めでもその一人のお客様には替えのない一つの丁寧に入れるように。やっぱりその義理の母、主人の母がすごくお料理が上手な人で、ほとんどお惣菜の味とかはその母が最初に決めてたものみたいで、はい、もちろん社長は今すごく天然の出汁にこだわって、はい、出汁を取るのが趣味なぐらい出汁を取っております。趣味仕事なんですよ。で、もう一つの趣味何かって言ったら出汁、かつお出汁取ることぐらいですよ。まあ、そんなもんですね。たまにね、誘われてゴルフとか行く程度ですけど、まだめちゃめちゃ美味しい出汁はまだ作れてないですよ。まあ、家で食べる分やったらね、そんなに向き合わないですけどね、店でね、お店で出すだったら、やっぱりかつお出汁、日本人はかつお出汁ですよ。もうあれがもう一番美味しい。あれが一番安心な味でしょ。毎日食べれるやつ。やっぱりこういう手作りでやってる店って残していきたい。ずっと未来もやっぱり好きですね、こんなんすんのが、好きで、一番好きなのがコロッケ揚げてね、近所のおばちゃんおっちゃんが買いに来てくれて、おっちゃんコロッケちょうだいって言われて揚げる、そういう生き方ですわ、それが。